こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザースケルトンの脇を改善させるべく脇層を作ってみたところまでです。なかなか脇層で湧かないわね。あ、これちなみに掛け言葉ね。さて今回は、前回予告した通りにトロッコの活用を始めます。探索操作の自動化を図って楽しようという魂胆です。でも、レール引くと湧きにくくなるんでしょ？それがそれほど悪くならないようです。取り急ぎで概算してみました。まずはこれを見てください。簡単に説明しますが、これはネザー要塞の通路のトンネルの形です。一番上は、ネザーラックで埋没している通路です。幅は3ブロック、高さ3ブロックですよね。なるほど、そういう風に見るのね。真ん中は、通路の両端を掘り開けた形で、今は大半の通路がこの状態となっています。で、一番下は脇層を作った状態です。前回必死に作っていた形ね。はい。そして、右にあるパーセントの数字は、モブの湧き数が上限に達していない時に、モブが湧く率の概算値です。なお概算値の自信のほどは、比率がまあまあ合ってると思う率が 70% です。30% は大外れでしょう。もし当たっていれば、湧く率は当初の何倍にもなっているはずなのね。なってると思います。ただ、ボトルネックのモブのディスポーンの問題は残ったままなので、数倍程度では焼け石に水ですね。さて次は、これにレールを1本導入した時の概算値です。湧き率が下がるのは1割程度なのね。ただし、トロッコを使えば移動速度が向上しますね。モブは湧いてから30秒以上経つと徐々にディスポーンしますので、ディスポーンする前に駆けつけられればそれだけ多く狩ることができます。大ざっくりと計算してみたら、トロッコ使えば2割程度は余計に枯れそうです。つまり、トロッコ導入すればウィザースケルトンに少しだけ合う率が上がるという結論ね。はい。とりあえずは、この数字は、モブの数が上限値に達していない状態の時の湧く率の概算値なんです。例えば、30分のプレイ中に、その状態になるのが10回なのか1000回なのかで、実際に湧くモブの数は100倍の差があります。移動スピードが向上すれば、少なからずそれに影響しそうなのですが、そのあたりがまだ試算しきれていません。さてでは次へ。先ほどのネザー要塞の通路は、周囲がネザーラックで埋没していた形でしたが、今度は周囲に何もない通路の場合です。湧く率の概算値がそれぞれ2つあるけどどっちなの？まだわからないんです。ネザー要塞が空中に設置されていた場合には、モブの湧く率は上がるはずです。なので、モブが湧く率は右側の大きい数字が概算値ですが、ネザー要塞だけしか湧かないモブの湧く率は上がらない気がするので、ウィザースケルトンの場合には、右側の小さい数字の概算値になると予想してます。もしこの予想が正しければ、空中にある通路上では、ゾンビピッグマンやマグマキューブの湧く比率が2倍ほど高くなるはずなんです。外れていれば、埋没している通路と同じ比率になります。今まで取ってきたデータだとどうだったの？それが、今まで、通路が埋没か空中かは区別せず、単にはいた数しかカウントしてなかったんです。しかもゾンビピッグマンはカウントから除外してました。うかつでした。過去のプレイ録画データを遡って調べればわかるはずですので、ちょっと時間がかかりそうですが調べてみます。最後におまけです。概算値が2つあるのは先ほどと同じ理由です。もしも、通路を真っ平らに整地した場合にはどの程度変わるか、概算してみました。外の空間がウィザースケルトンの脇に影響しないという予想が当たってたら2倍以上。もし外れてたら4割増し程度でした。そこで前回お話しした、作業時間に見合うか、という問題を考えると、もし通路が埋没しているのなら、相当量のネザーラックを掘り抜く必要があり、作業時間に見合わなそうです。拠点のある階層の整地は結構時間がかかったものね。通路が空中に設置されている場所ならば、落下の危険は伴いますが、部分的にやる価値はあるかもしれません。
拠点の一つ下の階層の一部は空中に通路がありましたが、日本の通路に挟まれた場所を整地した時、それほど手間は感じなかったです。そういえば、あの場所は通路より一段高い位置にあるわよ。直す？いずれは直したいですね。しかしまずは前回お話ししたように、段差がある場所にはかなくなるというのが正しいのか検証する予定なので、当面は段差をつけたままにします。さてでは、レールを敷く作業にかかります。まずはディスポーンで使っている通り道から手掛けます。デフォルトの描画距離では法則通りにディスポーンしないことがありますが、未だに詳しい条件がわからないままです。トロッコ活用することで、ディスポーンさせる時の通り道と時間が固定化できますので、謎を解く手がかりが得られるのではと期待しています。だから要塞内のレールよりも先に、外を済ませたいのね。レールの上には、ガストよけの天井を作っていきます。ただ、あまり手間をかけたくないので、幅3つだけで済ませます。ようやくレールを折り返し地点まで敷き終わりました。前に、ブランチマイニングにトロッコを導入しようとした頃に、スピードが乗ったトロッコが、レール一つ分を飛び越えたのを覚えていたので、それを利用して折り返し部分を作りました。さて残った天井を作れば完成です。天井がとにかく大変で、結局小1時間かかりました。さてテスト走行してみます。ちなみに途中で1回飽きて、77回目の探索しましたが、成果はなしでした。ちょっとドキドキしますね。レッツゴー。いいですねこれ。70秒で、だいたい256メートル先まで往復できました。さてでは、ネザー要塞内にもレールを敷いていきます。こちらは天井を作る必要がないので割とサクサクできますね。拠点の一つ下の階層は、どうレールを這わせようかと考えましたが、レンガをぶち抜いて遠回りさせることにしました。さらに一つ下の階層まで作ったところでレールが尽きたので、一旦拠点に戻ります。あれ？何事？あ、こういう置き方ではダメなんですね。何やっているんだか。見たらレールが繋がってないのわかるじゃない。あれ？今度はトロッコが消えた。乱暴な使い方するからよ。埋没してしまったのかな？おう、ちょっと怖いです。階段を登らせるときには、その直前のレールはまっすぐしかないとダメなんですね。お、トロッコ発見。てかなんでこんなところに。よし、これでいいはずですね。惜しい、加速が足りなかった。手前で2つ並べれば大丈夫かな。ちなみにレッドストーントーチだと弱いながらも明かりがありますので、あえてブロックを使ってます。よし OK です。最初の階段も手直ししました。こちらもいい感じです。さてここまでのテスト走行も兼ねて、奥まで探索してきます。鶏だけしかいないですね。もはやこの鶏がこのネザー要塞の主ね。特に何事もなく戻ってきました。ここ直し忘れでした。80回目も空振りです。さて、鉄を回収しに一旦リスポーン拠点に戻ります。ここで、3つ目の要塞を掘りに行った時に敷いたレールを思い出し、こちらを転用することにしました。何？
まさか、ネザーゲートの守り神様が、ついに巣立ち？守ってたんですか。危ない。ほぼ行きかけました。あれ？ゲート越しでは壊せないんですね。あ、貴重なレールが。よく考えたら水かけた方が回収早いですね。リスポーン拠点に寄ったついでなので、足りない経験値を稼ぎました。エンチャントしてきます。や。インフィニティどころかフレームすら出ないわね。こういう空回りもそろそろきついです。そういえば、鶏小屋の方は卵用のチェストを作りました。あまり時間はかけたくないので、繁殖は中断。卵だけ回収しておきます。ゾンビピッグマンはどこかに行ってしまいました。少し寂しいわね。さてネザー拠点に着きましたが、こちらもチェストを増やします。なお今回の探索結果は成果なしでした。いろんなところで微妙状態が続いているわね。厳しいです。ただ、リスポーンの詳細な仕組みさえ分かれば飛躍すると思うので、そちらの解析準備も取り掛かってます。そのためにも、ネザー要塞の正確なマップが必要となってきました。今回レールを敷くついでに距離測定してるので、レールを這わせ終わった頃にはかなり正確なマップは出来上がると思います。では今回はこんなところで。ではまたね。バイバイ。